球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は久しぶりの対決シリーズでアクマニア星人 VS 眼球の目ん玉ギョロギョロ対決です。ウルトラマンレオに登場したアクマニア星人とウルトラマンガイアに登場した眼球なんですけど、後の作品では両者ネタキャラっぽく登場することもありますけど、もともとかなり強い怪獣星人なので激戦が予想されます。考察ルールはいつも通り個人的な好み、知名度、格は関係なく純粋な強さのみで考察します。アクマニア星人も眼球もそれぞれ初登場した時の答えで今回は考察します。キングオブメンタマはどっちだ？はい、ではまずウルトラマンレオの第33話に登場したアクマニア星人の性能紹介からやっていこうと思います。アクマニア星人は本来アクマニアという隕石に宇宙の悪霊が取り付いて誕生した存在です。防衛チームの Mac のコンピューターでも解析できないなんか幽霊みたいな存在らしくて、星人として複数の個体が存在していることがぶっちゃけ理屈がよくわからないんですけど、まあその辺は深く考えずにいきましょう。関係ないですけど Mac のコンピューターってなんかややこしいですね。最初はポルターガイスト現象程度のウルトラの世界基準では大したことがないちょっとした怪奇現象を引き起こす程度だったんですけど、巨大化した後は大暴れしました。最初はでかい目ん玉状態で暴れていたんですけど、本気を出すとご覧のような怪獣みたいな感じに変身します。トレードマークのでっかい目ん玉から赤い破壊光線を発射したり、体の一部を破壊されたり切られたりしても再生したり、切られた手を遠隔で操作してレオの首を絞めてかなり危ないところまで追い込んだり、不気味でトリッキーな特徴を持っています。それに加えて暗黒空間という自分に有利な空間を作り上げて超能力のようなものを使って戦うこともできます。レオに角を破壊されて腕をちぎられて目ん玉の真ん中に角を突き刺されても戦闘続行可能な耐久力、精神力、能力の引き出しの多さが特徴で総合力が高いです。結果レオをダウンさせるなどかなりいいところまで追い込んで、アストラが助けに来なければならないほどの状況にまでした強豪宇宙人です。次はウルトラマンガイアの第6話第31話に登場した奇獣眼球の性能紹介です。今回の考察は第6話の答えなんですけど、眼球って最初は根源的破滅将来体の一派だと思われていたんですけど、そうじゃないことが31話で分かりましたね。天才主人公高山ガムの科学的解析が一切通用しなかったり、アクマニア星人と同様に謎の存在という扱いでした。最初は地面にでっかい目がギョロギョロしている状態での登場だったんですけど、その状態でも念力みたいなものが使えて周囲の岩を飛ばしてファイターを攻撃したり、ミサイルで攻撃してもそれを取り込んでしまって一切効かなかったり、一筋縄ではいかない厄介な雰囲気をプンプン醸し出していました。その後周囲の岩などをどんどん吸収して体を構築して、みんながよく知るこの眼球になってウルトラマンガイアと戦いました。目からの破壊光線がシンプルに火力として優秀なのはもちろんなんですけど、吸収光線という別の必殺技もあって、これを食らうとその名の通り眼球の体内に吸収されてしまいます。そして体内で無数の目玉を使っての超絶嫌がらせ精神攻撃を食らってしまいます。この精神攻撃でガイアも非常に苦しみました。基本的な近接戦闘能力も決して低くはなくて、トリッキーで独特ないやらしい強さを持った謎の奇獣です。はい、それではいよいよ戦闘開始です。お互いに最初はでっかい目ん玉状態から戦闘が始まり、先に仕掛けたのはアクマニア星人。目玉から無数のミサイルを発射します。しかし眼球の眼球に吸収されて不発に終わり、逆に眼球は超能力で周りの岩を飛ばしアクマニア星人に攻撃します。それが直撃してアクマニア星人も体当たりで反撃しようとしますが、眼球は一時的に姿を消してそれを回避します。周囲の物体と同化して怪獣になった眼球は光弾を放って一気に攻めます。それを受けて本気になったアクマニア星人は怪獣のような姿になり暗黒空間を展開します。暗黒空間内での超能力で繰り返し投げられて、眼球はまともに立っていることすらできずに翻弄されます。そこで近づいて一気に決めにかかるアクマニア星人ですが、ここで眼球の吸収光線が炸裂して暗黒空間が解除されるだけでなく、アクマニア星人が眼球の体内に取り込まれてしまいます。間髪入れずに無数の目が現れてアクマニア星人に精神攻撃を仕掛けますが、
聖人というよりは悪霊に近いアクマニア星人には大した苦痛にはならず、そのままゴリ押して体を突き破られアクマニア星人の勝利という結果になりました。幽霊悪霊のような存在同士の戦いだったんですけど、眼球の精神攻撃が対ガイアの時に比べて効果がなさそうだったこともあって、こういう結果になりました。さすがレオを追い詰めた強敵ですね。でもガイアの第31話に登場した個体眼球コード2だったらさらに強化されているので、全然ワンチャンあると思います。眼球コード02は吸収光線以外の攻撃手段が増えてシンプルに大幅強化されています。アクマニア星人は最近の作品に登場した個体だったら間違いなく精神攻撃は効くと思うので、別個体だと眼球に勝つのはなかなか難しそうだと思います。皆さんのご意見もぜひお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。